こんにちは、ピーチです。今回は誰でも簡単にできる食費の節約術20選をご紹介します。家事に仕事に忙しすぎて毎日の自炊が辛い。育ち盛りの子供がいて食材があっという間になくなる。食費の節約は難易度がめちゃくちゃ高いです。ただご紹介することに取り組むことで4人家族の我が家の月の食費は4万5千円程度。外食や日々のお弁当、子供たちのおやつ代込み、そしてストレスなくこの金額。私のようなズボラ主婦でも続けられる方法なので、ぜひ参考にしてみてください。では早速一つ目から、ご飯に押し麦を混ぜる。毎日食べるお米。そのお米に押し麦を混ぜることでかなり節約になります。押し麦は業務スーパーで1キロ税込み264円。5キロあたりに換算すると1320円。お米は最近5キロで1900円ほどするので、押し麦は5キロあたり600円も安いです。こんなに安い押し麦ですが、食物繊維が白米の24倍、ビタミンやミネラルも豊富で健康面でもおすすめです。病院に通うほど便秘症の娘ですが、押し麦のおかげでかなり改善されました。食べ方は研いだお米に押し麦を入れていつも通りに炊くだけ。お米7対押し麦3の割合が一般的だそうで、我が家の場合、お米3合に押し麦1合を入れて炊いています。プリプリ食感で美味しく、家族みんな麦ご飯がお気に入り。冷めても美味しいのでお弁当にもぴったりです。食費の節約術2つ目は、料理する回数を減らす。食費を下げるのに一番効果的なのは、外食せずに自炊すること。でもなかなか継続できないのは自炊が大変だから。私もできることならご飯を作りたくないです。なので料理する回数を減らすことにしました。ちゃんと料理するのは1日1回。ポイントは夕食を作るついでに翌日のお弁当、朝食、おかずのストックを作ってしまうこと。大変そうと思うかもしれませんが、品数を増やすのと違い、作る量を増やすことはそんなに手間ではありません。夕食のおかずはなるべく多く作り、翌日の夫のお弁当にも入れます。共働きで忙しいこともあり、夫からの提案でこの方法にしましたが、割高なお弁当用おかずを買うこともなくなり、かなり節約に。またおかずの残りを密封容器に入れて、手抜きしたい時用に冷凍ストックしています。そうすることで外食防止に。たとえ余ったおかずが1人前程度でも、ちょこちょこストックを増やしていくことで結構ちゃんとした4人分のご飯になります。冷凍ストックにおすすめの料理動画もアップしていますので、ぜひ参考にしてみてください。朝食も夜のうちに準備するのが我が家流。と言ってもおにぎりを作るだけなのですが、このように残ったご飯に塩昆布などを混ぜて夜のうちに作っちゃいます。翌朝はこのおにぎりに即席お味噌汁の素で作ったお味噌汁、バナナやヨーグルトで朝ごはんの完成。即席お味噌汁の素はお味噌にだしと油揚げ、乾燥わかめなどを入れて冷凍しておいたもの。お椀に大さじ1くらいを入れてお湯を注ぐだけで美味しいお味噌汁になります。小学4年生の娘は最近一人で朝ごはん準備ができるようになったので大助かり。ちなみに在宅ワークの私のお昼ご飯は納豆ご飯や卵かけご飯、オートミールにキムチとチーズを乗せてチンしたものなど、お見せできないぐらい超適当です。基本レンジしか使いません。無理なく自炊を続けられるよう手抜きも大切です。食費の節約術3つ目は、半額惣菜を冷凍ストック。たまに出くわす半額のお惣菜。お得なものを発見したら、その日の晩ご飯準備をしていたとしても購入し、冷凍ストックしておきます。先ほどもお話ししましたが、チンするだけで食べられるおかずの冷凍ストックは外食防止に効果的。例えば半額惣菜を活用した4人前の夕食は600円程度。家族4人で外食すれば、ファストフード店でも2500円はするので、4分の1程度の金額で済みます。忙しいからと外食しても、子供を連れての外食は結局疲れます。なので疲れているからという理由での外食はやめて、そんな時は冷凍ストックのおかず。そして外食はレジャー感覚で特別な時に楽しむ。そうすればかなり節約になります。
食費の節約術4つ目は、お勤め品をフル活用。半額惣菜以外にもお勤め品はフル活用。お肉や魚、パンや納豆など冷凍できるものは多く、例えば食パン1斤70円、魚の干物も1枚70円、納豆も半額なら40円ほど。特売以上に安いのでかなり食費を抑えられます。私がいつもお勤め品をゲットできる理由は、近隣スーパーの割引シールが貼られる時間帯を把握しているから。スーパーによって割引シールの貼られる時間帯が決まっているので、その時間めがけて買い物に行っています。はじめは少し面倒ですが、近隣のスーパーをいろんな時間に行ってみて、割引シールが貼られる時間を覚えておくのがおすすめです。ちなみに節約主婦の3種の神器は、セカンド冷凍庫、炭酸水メーカー、チューナーレステレビ。セカンド冷凍庫はこちらの節電タイプのものにしたので、エアコンを活用していた真冬も電気代はこんな感じ。月500円ほど電気代が上がる計算でしたが、電気代が高くなった感覚はありませんでした。お勤め品以外にもふるさと納税の食材や作り置き料理もバンバン冷凍ストックできるので、かなり重宝しています。食費の節約術5つ目、冷蔵庫はスカスカに。賞味期限を切らして処分するのはお金をドブに捨てているようなもの。なので絶対に避けなければいけません。その対策としておすすめなのが冷蔵庫に余白を作ること。割高な加工食品をなるべく買わないようにすれば自然と冷蔵庫に余白ができてきます。そうすれば賞味期限の管理も楽ちん。冷蔵庫に余白があれば多めに作ったおかずの冷蔵庫ストックもできます。そして賞味期限が短い食材は一番目につく棚にまとめます。夕食を作るついでにこの棚の食材をチェックすれば、賞味期限を切らしてしまうリスクをかなり減らせます。このことを心がけることで、我が家はここ数年、賞味期限切れでの食材廃棄はゼロ。食費の節約術6つ目。朝食は和食率高めに。パンやシリアルの朝食の時もありますが、なるべく和食率を高くしています。例えば、ツナサンド、市販のコーンスープ、ヨーグルトの洋朝食と、おにぎり、お味噌汁、ヨーグルトの和朝食の金額を比較するとこんな感じ。あくまで一例ですが、この場合半額の食パンを使ったとしても和朝食の方が安いです。そして何より和食は健康的。パンは高級なものでない限り、乳化剤やイーストフードなどの添加物が入っていますが、おにぎりは具にもよりますが、添加物を抑えられます。そしてお米の方が腹持ちも良く、発酵食品のお味噌もヘルシー。完全な無添加生活は難しいですが、和食の頻度を増やすなど、ちょっとした工夫で健康面でも節約面でもプラスになります。食費の節約術7つ目、八百屋さん開拓。私の行きつけの八百屋さんはとにかく安い。野菜が高い今時期も人参4本で100円、キャベツも1玉100円。安い理由は訳あり野菜だから。サイズがバラバラだったり、少し変形していたり。でも味は同じ。そんな感じで訳あり野菜を格安で売っている八百屋さんは案外多いので、ぜひ Google マップを活用して八百屋さんを開拓してみてください。やり方は Google マップを開き、八百屋で検索するだけ。ストリートビューを使えばこんな感じで金額をチェックできる場合もあります。また同じ方法で直売所を検索してみるのもおすすめ。少し遠くの公園に遊びに行った時など、この方法で現地の直売所を検索しています。安く新鮮なお野菜をゲットできるので、お出かけがさらに楽しくなります。食費の節約術8つ目。買い物は一人で行く。よく動画でお話ししていますが、食材の買い物は基本私一人で行きます。夫や子供たちと一緒に行けば、おつまみやお菓子などいろいろカゴに入れられてしまうからです。それなら家族のリクエストを聞いて自分で買った方が安上がり。こちらのアプリを使えば、量と金額からお得な方を割り出してくれるので、一番コスパがいいものを買えます。食費の節約術9つ目。成分表を見て物欲抑制。基本定番食材しか買わないのですが、美味しそうな食品など気になることもあります。そんな時は成分表をチェック。
加工食品は高級品や掘り出し物じゃない限り大抵添加物が入っています。例えばキャラメルブリュレ風のカフェラテなどパッケージに惹かれて手に取ったことはありますが、成分表を見ると香料、乳化剤、安定剤など物欲にストップをかけられました。こんなに色々入っているなら家でコーヒーに牛乳と蜂蜜を入れようと。菓子パンなども結構色々入っているので買うのを控えたいという方はぜひ成分表チェック作戦を試してみてください。ちなみに私は添加物自体を否定しているわけではなく、ある程度は仕方ないと思っています。ただ健康のためなるべく控えたいので、節約と両立しながら添加物控えめ生活を送っています。続いて食費の節約術10個目。食費予算の目標設定。4人家族の我が家の場合、月の食費を4万5千円に収めるのが目標。なので10日で区切ると1万5千円。家計簿を確認しながら10日時点で1万5千円、20日時点で3万円と10日ごとに目標を立てています。そうすることで月末にどうしても予算オーバーしてしまうということを防げます。1週間分ずつ封筒に現金を入れて食費予算を管理するという方もいらっしゃいますが、私は基本クレカやキャッシュレス決済派。ただ、行きつけの八百屋さんは現金払いのみだったりと、現金払いも併用しているので、10日ごとに食費の目標を立てて、家計簿を見直しながらそれを目指すというやり方がぴったりでした。ちなみに、食費の予算目標を達成させることに意味があるので、そのやり方は人それぞれ。1週間ごとに封筒に予算を入れる方法もいいと思いますし、1回の買い物での予算を決めているという方もいらっしゃいます。いろいろ試してみて自分に合った方法を取り入れるのがいいと思います。食費の節約術11個目。業務スーパー、ドンキ、プライベートブランドの活用。これらは節約生活の救世主。まず皆さんご存知の業務スーパー。特に調味料や小麦粉などの粉物が安い。ミル付きの塩や胡椒、ハーブソルトは安いのにとても美味しく、お肉にかけて焼くだけで子供も大好きなおかずになります。他にもコチュジャンやごま油、サバ缶やトマト缶などもおすすめ。日持ちするものが多いので、行くときは多めに買っています。おすすめ食品を紹介した動画も配信していますので、ぜひチェックしてみてください。ドンキは掘り出し物の宝庫。主に子供のおやつや飲み物などを買っています。冷凍食品も案外狙い目で、先日は冷凍ぶどうが100円でした。また、ドンキのプライベートブランドも安く、ヨーグルトや大袋のおやつなどコスパ最強です。プライベートブランドはドンキ、西友などいろんなところから出ていますが、一押しはイオンのトップバリュ。16袋で228円の無添加だしパックや、100袋275円の紅茶など、安いのに品質もいいです。カビ取り用洗剤などトップバリューの日用品も安い。こちらも動画でおすすめ品を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。まとめると、肉、魚はスーパーのお勤め品をフル活用。野菜は八百屋さん。調味料は業務スーパーやプライベートブランド。子供のおやつや夫のおつまみはドンキ。買う場所をざっくりこんな感じにするとかなり節約になります。食費の節約術12個目。メルカリサンプル百貨店の活用。実店舗だけでなくネットにも安く買える場所があります。私がよく利用するところだとメルカリやサンプル百貨店など。メルカリは毎年箱で訳ありみかんを購入しているのですが、お値段は10キロ2000円ほど。スーパーで買うよりもかなり安いです。他にも農家さんが市場に出せないような規格外の野菜をお安く出品されていることもあるので、ぜひチェックしてみてください。またサンプル百貨店も掘り出し物の宝庫。飲み物やお菓子の割合が多めですが、例えばコーヒー1缶25円。こちらの冷凍フルーツも1袋25円で購入できました。食品だけでなくシャンプーなど掘り出し物の日用品もあるおすすめサイトです。ただサンプル百貨店は賞味期限が短かったり大量に届くというデメリットもあります。
置き場を確保できない場合は、お友達や家族とシェアして買うのがおすすめです。食費の節約術13個目、出先で飲み物を買わない。自動販売機のコーヒーは今や1本140円。平日毎日買っていれば月に2800円。例えばそれをサンプル百貨店でまとめ買いしたコーヒーに変えれば月にワンコインの500円です。ちょっとした工夫で月に2300円も節約できます。もっと言えば水筒にコーヒーを持参すれば月に200円しないぐらいで済みます。自動販売機やコンビニのドリンクは高いです。ちょこちょこ買っていればあっという間に数千円になってしまうので、私の場合必ず水筒を持ち歩いています。基本お水を入れていますが、夏場は麦茶のことも。あっという間になくなる麦茶も濃縮麦茶で一工夫。ダイソーのドレッシングボトルに麦茶パックを2個ほど入れて濃い麦茶を作ります。それをカルピス感覚で水で割ればかなり長持ち。ボトルが小さいので洗う時も楽ちんです。これから暑くなるシーズンなので、ぜひ水筒持参を心がけてみてください。食費の節約術14個目、炭酸ジュースを買わない。飲み物関係で言うと、市販の炭酸ジュースもめったに買いません。大きい炭酸ジュースだと最後の方は炭酸が抜けて美味しくないですし、小さいジュースは割高。そして何より砂糖がたっぷり入っています。なので子供たちが炭酸ジュースを飲みたがるときは、果汁 100% ジュースやお酢ドリンクを炭酸で割ってあげています。炭酸水はドリンクメイトのマグナムシリンダーを使っていて、800ml あたり30円ほど。お酢ドリンクはドンキの特売などで買っていて、例えばこちらは 900ml で400円。なのでコップ1杯15円程度で作れます。炭酸水は夫が毎晩ハイボールに使っているので気が抜けることもありません。私も炭酸水メーカーで作った炭酸にレモンを少し入れて飲むのがお気に入りです。食費の節約術15個目。手作りおやつで節約。子供がいるとおやつ代もバカになりません。なのでたまに手作りおやつも作っています。と言っても本当に簡単なものばかり。例えば、ふるさと納税でいただいたゼラチンを使ったゼリーや牛乳プリン、トップバリューの蒸し大豆で作った揚げ大豆、業務スーパーのオートミールにチョコを混ぜて固めたオートミールチョコ、夏場はお勤め品の熟したバナナを凍らせてバナナアイスにすることも。どれも簡単に作れて安上がりなのでおすすめ。詳しい作り方は概要欄に載せているので、ぜひ作ってみてください。食費の節約術16個目。おかず早出し作戦。出費がかさむ原因の一つは夫のおつまみ。ピーナッツやスナック菓子など、リクエストを聞きながらドンキの特売品を買うこともありますが、健康のためにも減らす工夫をしています。その工夫の一つがおかず早出し作戦。夕食とは別にスナック菓子などを食べるのではなく、夫のおかずをおつまみとして早めに出します。例えば生姜焼きの場合、先におつまみとして夫分だけ出してしまう感じです。そして夫が晩酌をしている間に、サラダなどの副菜を準備してみんなで晩ご飯。夫はお酒を飲みながらゆっくり食べているので、食べるタイミングもそんなにはずれません。ご飯もお酒を飲む夫はおかずと一緒に食べるというよりは、締めとして食べているので、たくさんおかずを食べているわけでもなく、節約につながっています。たまに子供たちも釣られて食べたがるのですが、そんな時は密封容器にストックしている人参などをあげています。子供たちはスティック人参が大好物なので、いろいろと助かっています。食費の節約術17個目。外食より家でプチ贅沢。週末は外食ではなく、フライパン焼肉や手巻き寿司パーティーなど、自宅でプチ贅沢を楽しんでいます。フライパン焼肉も、例えば牛ではなく豚肉を使ったり、お勤め品のお肉を使ったり、我が家の定番はサムギョプサル。100g120 円ほどの豚バラブロックを購入し、焼肉の厚さにカット。コチュジャンやごま油でタレを作り、レタスにご飯とお肉、そしてタレをかければ何個でも食べられます。そんなに辛くないタレなので子供たちにも大好評。
レタスも大量に食べてくれるので定番のプチ贅沢ご飯です。他にもその時安いお刺身を柵で買って納豆とツナマヨで手巻き寿司を楽しんだり、柵で買うことで出費も抑えられて4人前1500円程度で楽しめます。ピザも案外生地から簡単に作れます。好きな具材をトッピングしたりと作る工程も楽しい。そんな感じでたまに家でプチ贅沢晩ご飯を楽しめば外食しなくても家族みんな大満足です。食費の節約術18個目。食べられるところは全部食べる。食べ物を無駄にせず、食べられるところはすべて食べます。大根の皮はきんぴらに、人参の皮は剥かない。長ネギの青いところはみじん切りにし、お味噌汁などに入れる。だしパックの中身をふりかけにする。鶏皮を炒めて油を作る。そして最近始めたのが焼肉ついでにラードを取ること。先ほどご紹介した通り、プチ贅沢としてフライパン焼肉をすることがありますが、フライパンに溜まる余分な油は捨てず、お皿に溜めておきます。すると1回の焼肉でこんなにラードが取れます。チャーハンや野菜炒めなどに活用すれば油の節約に。ちなみにあまり日持ちしないので、数日中に使うのが良さそうです。食費の節約術19個目。盛り付けを大盛りにしない。子供のご飯は盛りすぎないように気をつけています。というのもたくさん食べてほしい気持ちが強く、ここ最近結構大盛りになっていました。そして残してしまうことも多々。仕方なく私が食べて結局自分の増量につながるという最悪な結果に。なので盛りすぎずおかわりスタイルにすることにしました。そうすることで私が無理して食べることもなくなり、食費の節約につながりました。冒頭でご紹介した通り、残ったおかずは冷凍ストックするなどし、無駄なく消費しています。ではこちらで最後です。食費の節約術20個目。冒険食材は買わない。買ったけど口に合わなかったという経験はありませんでしょうか？私も今まで何度かありました。豆ペーストなどヘルシーそうと思って買ったものの家族みんな口に合わなかったり。そしてもう冒険食材は買わないと決めました。たとえ割引シールが貼られていたとしても、口に合わなければ無駄遣いです。そうすると、料理のレパートリーが増えないと思われるかもしれませんが、案外家にある調味料の組み合わせで新しい料理になります。今は YouTube やネットでいろんなレシピ検索ができるので、新しい食材にチャレンジするのではなく、新しい料理にチャレンジしてみる方がおすすめです。口コミなどをチェックして作れば失敗する可能性も低いですし、残り物食材でレシピ検索すれば食品ロス防止につながります。ではまとめです。食費の節約術はこちらの20個でした。食費はストイックに節約するのではなく、家族みんなストレスなくある程度楽しめる予算で設定するのがおすすめ。もやしなど格安な食材ばかり使うのではなく、お勤め品を活用したり、外食を控えて家でプチ贅沢ご飯を楽しんだり、ご紹介したような工夫をすることで無理なく食費を抑えられるので、ぜひ参考にしてみてください。一緒に節約生活を頑張りましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。